この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、書く順番を変えれば絵は上手くなるというテーマでお送りするんですが、皆さんどうでしょう？この動画のタイトルを見た瞬間、書く順番そんなので上手くなったら苦労ないよって正直思いませんでした？もしそう思った皆さん、超ラッキーです。なぜならですね、絵が上手い人というのはほとんどの場合、こういう順番で絵を描いているという順番があるんです。この書き順通りに絵を描いていけば、たとえ天才と言われるような才能や抜きんでた感覚が自分の中に備わっていなくたって、そういう人たちと対等に渡り合っていけるだけの力が備わってしまう超強力な方法です。なので、この時点でその書き順知らなかった、もしくはそんなの大して大事なことじゃないでしょって思っている皆さんは、このやり方を取り入れていただくだけで絵がめっちゃ進化しちゃいます。はっきり言って超有料級の情報ですよ。ですが当然今回も無料で提供しちゃいます。この動画を見ていただければ、なんかいつも絵がまとまらないんだよなといったイラストの完成度でつまずいている方や、いつもどこから描いていいのか迷っちゃうといった絵の取っかかりで迷っている方、そしてうまくは描けているつもりなんだけど絵がいつも単調になっちゃうんだよななんていうバランスの問題なんかも解決するための糸口を掴んでいただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。さて、もう先に結論言っちゃうんですが、絵の上手い人の書き順、それはラインを考え、シェイプ、ネガティブシェイプを整え、そして最後にディティールを書き込んでいく。これです。ちょっと待って何？なんか横文字ばかりで何言ってんのかちょっとわかんないって思いましたよね。ごめんなさい、今のはわざとやりました。でも大丈夫です。順番にわかりやすく説明していきます。ライン、そしてシェイプ、ネガティブシェイプ、そしてディティール、この順番で書いていくと、あなたの絵が一気に魅力的になるはずです。それでは早速行ってみましょう。ライン、まずね、初心者ってどう描き始めるのか大げさにやってみますね。なんかこうやって細かい部分から描き始めるんですよね。特に顔の細部、目とかから描き始める人が多いと思います。でもね、皆さん一方で絵が上手い人が描き始めるとき、こんな風な動きをしているの見たことないですか？これね、何やってるんだろうって絵を描いたことがない人から見たら謎だと思うんですが、これがですね、まさにラインを見つける作業をしているんです。そう、これですね、まだ画面にペンを走らせてはいないので、見ている人にとっては謎なんですが、描いている人にとってはもう頭の中で画面に対して絵を描き始めている状態なんですよ。じゃあこの時何をしているのか、頭の中をちょっと覗いてみるとですね、こういう作業をしています。さて、どんな絵を描こうかな。ガーッと中央に向かったラインが走っているような迫力のある絵作りをしようか、それとも縦にダイナミックなラインが入ったスケール感のある絵を描こうかな。いやいや、斜めのラインを強調した動きのある絵を描こうかな。こんな風に考えています。これわかります？初心者が絵のディティール、細部から描き始めようとするのに対して、上手い人というのは単なる線、つまりラインを画面から見つけようとするところから始めます。さっきこの空中で線を描くような動作の意味は、ラインを画面の中から探そうとして頭の中で線を描いている瞬間なんです。でもね、ここまで聞いてこう思った方もいるかもしれません。でもさ、実際にキャラクターを描くとしたら、そのキャラ自体をどれだけうまく描けるのかが一番重要じゃん。そんなラインなんて細かいことどうでもよくね？いえいえ、それが結構違うんですよ。例えばこれは僕が以前添削したイラストです。この元の作品はね、田中伝中さんという方の作品で、オリジナルキャラクターの鈴木ちゃんのイラストなんですが、鈴木ちゃん可愛いですよね。僕この作品すっごく大好きなんですけど、これがビフォーで、これが僕が添削したアフターの画像です。添削前に比べるとなんとなく整った印象があるのがお分かりいただけると思います。これはですね、どこを変えていっ
ったかというと、いろいろあるんですが、やはり大きく変えた場所はですね、ライン取りなんですね。添削前をラインに表すとこんな感じです。なんとなく規則性が乏しくて、まとまりに欠けている印象になっているのがラインにするとよくわかると思うんですが、添削後ではこうしました。奥行きを表す横のラインを揃えて、キャラクターを表す縦のラインは机に隠れて小さくなってしまう真ん中を避けて右端に寄せて、よりダイナミックにストンと縦に通す。このようにラインを整えることによって画面内の空間を整理して、見ている人にどこを見てほしいのかより明確的に視線誘導できたと思います。このようにラインを整える作業は絵作りにおいてものすごく効果の高い作業なんですね。よくね、ここの形が狂っているからデッサンを整えようとか、そういうアドバイスよく聞くと思うんですが、あえて言います。デッサンを整えることなんかよりも数倍ライン取りは重要です。なぜなら今見た通り、ライン取りによって決まってしまう絵の印象の方がずっと大きいからです。絵が上手い人というのはそれを知っているので、絵を描く前にこの不思議な動作、これをよくやるわけですね。なんてね、ちょっと仰々しく言っちゃいましたけど、ライン取りはですね、割と簡単です。ライン取りのパターン、ここでライン取りの大まかなパターンを3つ紹介します。ライン取りは種類はたくさんありますが、大きく分けるとこの3つに分類できます。なので最初はこの3つさえ覚えておけば、自分が思ったような効果を画面に持たせることができる、そんなパターンです。例えば人物を描く時の話をしましょう。まずパターン1です。すごく安定した静かな画面を作りたければ、このように横のラインを強調した絵作りをします。ほら、この絵単純化すると横のラインの印象強いでしょ。こうすると動きが全くない静かな印象が作れます。次にパターン2、安定はしているけどエネルギッシュな印象を作りたい場合は、このように横よりも縦を強調します。単純化するとこうですね。こうするとですね、動きは感じないけど人物のエネルギーを感じるような、そんな力強い印象を作り出せます。で、最後にパターン3、動きを感じる画面作りをしたい場合ですね。そんな時はこうします。斜めのラインを強調しましょう。こうすることによって、たとえ棒立ちのポーズだとしても、なんとなく画面から不安定さが伝わってきて、絵に動きがあるように感じられます。実際に描き始める際には、上手い人はこの作業頭の中でやっちゃうことが多いんですが、あえて紙の上に描くとですね、例えば動きのある絵が描きたいなと思ったら、まずはこんな風に人物を細かく描き始める前に斜めのラインを描き入れてから、それに沿って人物を描き入れることによって動きのある画面作りが自然とできるようになります。試してみてくださいね。シェイプ。さあ、ライン取りが決まった後にする作業、それがシェイプを整える作業です。まあね、シェイプを整えるっていう風に言われるとちょっとピンとこない人もいるかもしれませんが、皆さんこれはやったことはあるはずです。これです。そう、当たりを取る作業ですね。皆さんキャラクターのイラスト、動物のイラスト、建物のイラスト、何でもいいですが、実際に清書する前にこうやってうっすら当たりを取りますよね。では皆さん、この当たりを取っている時に何を考えながら当たりを取っていますか？多分ほとんどの人は描いているこの形自体、キャラクターだったらキャラクターのシルエットのみを考えながら絵を描いていると思います。まあもちろんそれはそれで間違いではないんですが、これだけではちょっと不十分なんですよね。キャラクターのシルエットを整えていく前にもう一個考える要素があるんです。それがシェイプ。もっと言うとポジティブシェイプとネガティブシェイプです。例えばこちらの作品を見てください。こちらはクアンさんの作品で、任務完了というタイトル通り敵を一瞬でほふるテキサスというキャラクターの素早い動きを描いた作品です。タイトル通りすごく迫力のあるイラストですよね。この添削会ではさらにこの作品の素早さをアップさせるために Z の法則を利用しようというお話をさせていただき、このように添削しました。どうでしょう？前後を比べるとなんだか勢いや迫力が増してスピード感がより強調された画面になっているのがお分かりいただけると思います。ですが僕がこの添削で勢いを増したかのように
に見ている人に思わせるテクニックとして Z の法則とはまた別に実はもう一つ僕が強烈に意識した部分があります。それが何かというとネガティブシェイプです。ちょっと待ってシルエットとシェイプどう違うのって思った人もいるかもしれませんので、ちょっとここでね整理させていただくと、シルエットというのは主にこの部分ですね。メインのモチーフを黒く塗りつぶした時にできる影の形に対して使うことが多いです。対してシェイプというのはメインのモチーフのシルエットも含めた画面にある全ての色面の形、例えばこれとかこれとかこれもシェイプって呼びますね。でその中でもメインのモチーフのシルエットをポジティブシェイプ、それ以外の部分をネガティブシェイプと呼びます。大丈夫ですか？ついてきてますか？ちょっとねここややこしい部分かもしれませんが、もし理解できなかったとしたらもう一度後で見直してみてくださいね。図説を交えて何回か見ていただければきっと理解できると思います。そしてねここで僕がめっちゃ意識したのがこのネガティブシェイプの部分です。添削前のネガティブシェイプの形を見てみましょう。キャラクター以外のシェイプの部分ですね。すごく大まかに簡略化して捉えるとこの絵のネガティブシェイプはこんな形をしていると思います。対して添削後のネガティブシェイプの形はこんな感じ。わかりますか？このクロスした斬撃の中心に向かって先細りの鋭いシェイプが集まるように配置していますよね。この真ん中に集まる鋭いシェイプの印象が素早いという印象につながっているわけです。このネガティブシェイプの形、これこそが絵全体を支配しているイメージの正体なんです。このシェイプの操作はすごく奥が深くてたくさん例があるので全てを紹介できるわけではないんですが、例えばこれも分かりやすい例の一つです。こちらはあいうえおさんの作品で快晴というイラストです。高い塔の上に立つ少年のイラストで卓越した色のセンスからもねすごく爽やかさを感じるような気持ちいいイラストなんですが、タイトルにある快晴、空をもっと意識させるにはこのように変えた方がいいよということで添削をさせていただきました。これはどこを意識したかというと色々あるんですが、やはり大きな部分はですねネガティブシェイプです。変更前は石壁と空のシェイプが5対5になっていたのに対して変更後は空のシェイプ8に対して石壁のシェイプ2ぐらいの割合になりましたよね。これによってよりこの絵は空が大事なんだよということを見ている人に強調する効果が生まれたんです。シェイプの捉え方。じゃあシェイプ、ネガティブシェイプ、実際にはどう描いていくのが意識しやすいかなんですけど、これはですねよく見ててください。例えば人物を描いていく際にはこう描いていきます。このように線と線の間をわざと開けて、ディティール細部は完全に無視してですね、さらっと大まかなシェイプの形、この部分とあとその他のこの形ですね、その形がどうやったらいい感じになるかだけに意識を配りながら書いていきます。いい感じというのはですね、例えばさっき言った比率ですね。人物で区切られたこの左右のネガティブシェイプの面積比がですね5対5になってしまうと動きのない安定した画面になりがちです。もし動きをつけたい場合にはこのネガティブシェイプの形を7対3ぐらいに持っていったりします。さらに動きを強調したい場合には斜めのラインを意識するのが効果的ですから、このようにシェイプを変更していきます。背景に対しても光を斜めから差し込ませてこんな風にネガティブシェイプを斜めに区切るのも効果的です。ほら見比べてみると狙い通りポーズ自体には動きのない立ち絵なんですけど、どんどん動きのあるような印象に近づいていったのがお分かりいただけると思います。どうでしょう？シェイプそしてネガティブシェイプの威力感じていただけたんじゃないでしょうか。こんな風にね当たりを取っていく際にはこの部分メインキャラクターのシルエットも大事なんですが、もう一つ意識するポイントとしてこの部分ネガティブシェイプをどうするのか、ここについても考えを巡らせてみるともう一段階ステップアップした絵作りができるようになると思います。ぜひ意識してみてください。ディティールそして最後に描いていく部分、ここでやっとディティールつまり細部を描き込んでいくわけです。目をキラキラと魅力的に、髪をサラサラに、服のシワや持っている武器の質感など細かい部分を今描いたラインや
そしてシェイプを意識した当たり線の上に乗せていくわけです。そうするとどうなるのか。これね、大げさに言っているわけじゃないんですが、自分の画力以上何倍も絵がうまく見えてしまうんです。例えばさっき例に挙げさせていただいたクワンさんのイラスト。こちらは色が乗ってすでにディティール、魅力的に仕上げられたイラストですが、例えばこのライン、シェイプの上にヘロの線を乗せてみたらどうでしょう。ちょっとやってみますよ。よく見ててください。ほら、もうね、ディティールがうまく描けていないのにもかかわらず、なんか、これはこれでありっていうか、むしろ魅力的にすら見えません？色や形、質感、そう、ディティールなんて全くないにもかかわらず、もうすでによく見えちゃっている状態なんですよ。つまりね、この状態にディティール、細部をさらにもりもりと描き加えていったら、もうどうなっちゃうんだろうっていう話ですよ。めちゃくちゃワクワクするでしょ。ここからはね、もう皆さんの独壇場です。皆さんが描きたいように、表現したいように、この魅力的な当たり線というお皿の上に皆さんの表現たくさん盛り付けていってください。今まで皆さんが感じていたストレス、なんかいつも絵がまとまらないんだよな、いつも絵が単調になっちゃう、書き込んでもなんか見栄えしないんだよな、そんな悩みを解決して、俺こんなに絵うまかったっけ、そんな風にあなたの絵の魅力をぐんとアップさせてくれるはずです。まあディティールの描き方についてはいろいろなパーツによって描き方がたくさんあるので、ここでは特に全てを語ることはできませんが、あえてディティールを書き込むとき全てに共通するコツをお伝えするなら、もう何度も言っていることなんですが、資料を見よう。やっぱりね、資料を見ることです。手を描くなら手の資料、武器を描くなら武器の資料をきちっと用意してからよく観察して描く。これに勝るコツはありません。これね、僕何度も言ってますが、別に言ったことを忘れてるわけじゃないですよ。僕が何度も繰り返し言うっていうことは、それぐらい大事だっていうこと。そう思っていただけると嬉しいです。でももしね、キャラクターのディティールを書き込む際に特に気になるパーツがあったとしたら、こちらの動画、目の描き方講座、こちらは男性キャラの場合、そして女性キャラの場合、両方用意してあります。そしてこちらも根強く人気のある講座です。紙の描き方、そして塗り方講座です。紙の描き方による性格の描き分けなんかを紹介しています。興味がある方はこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。以上が今日僕が伝えたかった絵が上手くなる書き順でした。もしよろしければ取り入れていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。